実はこのパレスチナとイスラエルの問題ですね。この問題っていうのは、聖書の歴史を知ってみるとですね、深く理解できるというところがあります。アブラハムというお父さんから生まれた兄弟、この2人の実は喧嘩が原因だということなんですね。はい、今日も始まりました。せいろにです。よろしくお願いします。今回はですね、最近停戦合意をすることになったガザ地域の紛争、皆さんもご存知だと思うんですけども、これを聖書を使って解説していきたいなというふうに思っています。で、そもそも最近のこのガザ地域の紛争ってどこから始まったかっていうとですね、直近だと2023年の10月にハマスという組織がイスラエルを攻撃した。そこから始まっていますけれども、実はこのパレスチナとイスラエルの問題ですね。この問題っていうのはパレスチナ問題って総称されるようにですね、これはもう20世紀半ばからずっと続いている問題でして、一体全体この問題っていうのはどこから始まったのか、それを理解するためには聖書の歴史を知ってみるとですね、深く理解できるというところがあります。なので今日はこのパレスチナ問題っていうところをですね、聖書を使って解説していきたいと思います。早速結論なんですけれども、このパレスチナ問題は一体何かっていうとですね、今から約4000年前に遡りますけれども、その4000年前にいたアブラハムというお父さんから生まれた兄弟で、この兄弟はお母さんが違います。一人は妾の子供で、一人は正妻の子供、正式な奥さんの子供ってことですね。この2人の実は喧嘩が原因だということなんですね。って感じかもしれないですけれども、今日はここの部分を詳しく解説していきたいなと思っています。じゃあ現状パレスチナとイスラエルの地域ってどんな感じなのかっていうところですね。ガザ地域の紛争ってありますけど、このガザ地域っていうところを含んでいるまずパレスチナ地域っていうところがあります。で、このパレスチナ地域っていうところにはアラブ系のイスラム教徒の人たちがたくさん住んでいるんですね。つまりアラブ人であり、かつイスラム教徒の人たちってことです。イスラエルの国家はですね、ユダヤ教の人たちが中心になっている、ユダヤ人の国家なわけです。つまりここはユダヤ人とユダヤ教の地域だということですね。つまりこのパレスチナ問題というのは簡単に言いますと、宗教ではイスラム教とユダヤ教のぶつかり合いであり、民族的にはアラブ人とユダヤ人のぶつかり合いっていうところが根本的にあるわけです。じゃあイスラム教とユダヤ教っていうのは一体どこから来たのかっていうところをまた簡単に解説してみようと思うんですけれども、じゃあまずイスラム教ですね。イスラム教の起源はですね、ムハンマドという預言者が神から啓示を受けたところから始まってます。このムハンマドという方がですね、アラブ人なんですね。つまりこのイスラム教はアラブ人から始まってますし、またアラブ人を中心に広がって、今ではもう全世界にイスラム教っていうのは広がってますけれども、まずはこのアラブ人から始まったっていうところですね。ユダヤ教はユダヤ人から始まってます。これユダヤ人っていうのが何かっていうと、イスラエル人とも言うんですけれども、これが聖書の一番最初に出てくるですね。今日解説しますけれども、このアブラハムっていうところからその血筋にのっとった人たちっていうのがまさにこのイスラエル人でありユダヤ人なわけです。ということはですね、このアブラハムから出た血筋がユダヤ人であり、そこの兄弟で生まれた存在がですね、ちょっと外れてまたアラブ人という民族を作っていったわけですね。ここのアラブ人とユダヤ人の争いがまさにこのパレスチナ問題の対立の根本的なところにあるっていうことなんですね。なので一体4000年前にどんな感じのもともと兄弟だったのか、それからどんないきさつがあって別れちゃうようになったのか、こういったところを今日解説していきたいなというふうに思います。今から4000年前ですね、まさに先ほど話したアラブ人の先祖とユダヤ人の先祖、この兄弟のお父さんが誰かっていうとアブラハムというところですね。アブラハムという人が今日の中心的な人物なんですけれども、このアブラハムって人がどういう人かって話ですね。皆さん聞いたことありますか？アブラハム・リンカーンとかですね、リンカーン大統領とか知ってると思いますけれども、アブラハムっていう名前っていうのは非常に英語圏でも一般的ですし、特にキリスト教圏では非常に付けられる名前かなと思います。このアブラハムっていうのはですね、アブラハムの宗教って言われているのが三大宗教、ユダヤ教、キリスト教、そしてイスラム教。この三大宗教全部アブラハムの宗教と言われます。つまりこの三大宗教の祖なんですね。なのでアブラハムは信仰の先祖とも言われますし、信仰の父とも言われたりもします。ユダヤ教、
キリスト教、イスラム教のまさに始まりの人になってるわけですね。どうやってこれ始まったんだろうかって気になりますよね。アブラハムっていう人がどうやってこの三大宗教の一番最初の人になったのか。そんなところから今日は話していけたらいいなと思うんですけれども、ちょっとこのね、アブラハムの話をするとですね、皆さんもね、歴史的な重要人物の話をするとですね、もうその人ってのはもう本当にすごい人だったんだろうなとか、いろんな想像すると思うんですよね。でも歴史が始まるところっていうのは、そこがまさにここから歴史が始まるんだって自覚してるわけじゃなくて、淡々と人生生きてるんですよね。今もそうですよね。今この動画を見てくださってる方々もですね、もうここでまさに何か歴史が起こってるんだとはまさにあんま思ってないとは思うんですけれども、もしかしたらこれが何かにつながっていくとですね、遡って見てみるとあれが起源だったんだみたいな感じにもなったりするわけですよね。で、同じようにですね、アブラハムもですね、本当に普通の人でした。でも普通の人だったんだけれども、そこの中で神様がまさに選んだわけですね。そこから三大宗教が出てきたようにですね、その宗教の中でとても大事な中心的な人物になってきたわけなんですけど、つまり人類で一番最初に実は神様に認められた人とも言えるんですね。神様に認められた人ってもうちょっとその言葉を聞くだけでも結構すごくないですか？じゃあ何が認められたポイントなのかっていうところなんですけど、そのポイントはですね、一言ですね。信じることです。神様を信じることっていう一言に尽きるんですけども、でもそれは神様の存在をただ信じるっていうだけじゃなくて、あなたの言葉を信じるし、あなたの存在を信じるし、あなたが言ってること、本当だよってことを信じる。そういう信頼関係に近いかなと思いますけれども、神様がアブラハムにお告げをするんですけれども、それを何の文句も言うこともなく、また本当にそれをしっかりとですね、受け取って信じるっていうところがすごいんですよね。信じるってでも、普通なんじゃないと、例えば神様の声聞こえたら、それは信じたりもするもんなんじゃないっていうふうに思うかもしれないんですけれども、実は紐解いてみるとですね、アブラハムがすごく信じるのには非常に難しかった状況、とっても難しい状況だけれども、それでも不平不満とか文句言うことなくですね、信じてそれに従っていったってところが神様が認めたポイントなわけです。じゃあここですね、ちょっと3つのポイントで今日は話してみようと思います。アブラハムがなぜ神様に選ばれた人だったのか、ここから話してですね、このガザ地域につなげていこうかなと思います。じゃあ3つのポイント、まず1つ目ですけれども、何かというとですね、まず神様がこのアブラハムにお告げを伝えるんですけど、何か今のあなたが住んでいるふるさとを離れなさいっていう言葉があるんですね。そこで特に神様行き先も言ってません。とにかくあなたのこの場所を離れなさいと言われるわけです。で、皆さんも何かどっか引っ越しする時には、行き先って決まってるもんじゃないですか。でも決まってないのに、とりあえず出なさいって言われるんですけど、はい、出ましたっていうのはなかなかね、納得していくことすごい難しいと思うんですね。で、特にその当時の状況っていうのは、アブラハムが住んでた地域っていうのは、メソポタミア文明が栄えた肥沃な三日月地帯って皆さんも聞いたことあるかなと思うんですけれども、まさにそこに住んでました。なので、すごいそこは肥沃でですね、川に囲まれていて、時々氾濫もあったりもするんですけども、だからこそ肥沃だった。で、そこによって作物がたくさん実ることができる、そういった肥沃な土地だったわけですね。だから、そこを離れるってことは、周りは全部砂漠なわけですよ。砂漠に出ろっていうこと自体は、本当に自殺行為なわけですね。でも、神様がおっしゃるってことは何かしら意味があると思ってですね、アブラハムは自分の財産とかですね、自分の妻を含めてですね、出るわけです。出るその中でですね、神様はいろんなことを示しながら、結局、着くのがですね、カナンの地と言われるところに行きます。で、このカナンの地というところが今の地図で言うならば、ちょうどイスラエル、パレスチナがあるところなんですけれども、そこで神様は、そこがあなたにとっての約束の地だとして祝福して、ここをあなたに与えるんだと言って、神様はメッセージを与えるんですね。でそこの部分を聖句で見てみるとですね、創世記13章の14節15節ですね。主はアブラムに言われたと。目を上げてあなたがいるところから北、南、東、西を見渡しなさい。すべてあなたが見渡す地は永遠にあなたとあなたの子孫に与えます。これがですね、神様がアブラハムに与えた。アブラムとここに書いてますけれども、後で後々アブラハムという名前に変えるんですね。神様がそれも名前もくださるんですけれども、そのようにこのアブラハムにですね、その土地を与えるという祝福を与えるわけです。これがまず一つ目のポイントですね。まず、故郷を出なさいというところから、そういった約束の地を与えられるまでですね、ひたすら神様を信じて、その言葉を信じて突き通していったというところがまず一つ目のポイントです。
続きましてもう一つ目のポイントがですね、アブラハムにはサラという妻がいるんですけれども、サラがですね、もともと子供が産めない不妊の女だったんですね。その不妊の女をめとっているアブラハムに対して神様は天の星を数えてみなさいと。それくらい多くの国民があなたから生まれるんだっていうふうに予言するんですね。正直信じられないじゃないですか。で、アブラハムも正直冗談言ってんのかなと思うんですけれども、それを信じるっていうところなんですね。それで結局はですね、アブラハムに子供ができるわけです。で、その一番最初にできたのが、サラの召使いをしているハガルとの間に子供が生まれてですね、サラとの間にもイサクという子供ができた。で、ここからですね、あなたから国民が出てきて栄えるだろうというふうに言った、その言葉が成就されていくわけですね。アブラハムも高齢だったし、サラのもうすでに結構な高齢だったんじゃないかなと思うんですよね。でその中で神様の言葉を信じて実際に子供が生まれていくっていう奇跡を起こしているということですね。これが2つ目になります。3つ目がですね、これが一番クライマックスであり衝撃です。何かというとですね、祝福したわけじゃないですか。あなたから天の数のように増えていくんだっていうふうに言って、それでもうその信じられなかったけれども、でもようやくですね、自分の正妻サラから子供が生まれたわけです。イサクという名前なんですけれども、このイサクが生まれたにもかかわらずですね、このイサクを神様はですね、捧げなさいって言うんですよ。捧げなさいってどういうことかっていうと、殺しなさいっていう意味なんですけれども、ちょっとこの話だけ聞くとですね、非常に神様ひどいんじゃないかっていうふうに思うかもしれないですよ。いろんな話がありますので、ちょっと一旦置いといてですね、別途話しますので、一旦話聞くとですね、つまり神様はせっかくできた長男に対してですね、手をかけなさい、つまり殺しなさいというわけです。しかしですね、これもアブラハムは神様がおっしゃることであれば何か意味があることだと思ってですね、これを信じるわけなんです。それで手をかけて実際に殺そうと、した瞬間に神様は結局止めてですね、実際には殺さないですし、そこからですね、イサクから本当に繁栄していくようになるんですけれども、こういったですね、故郷を出なさいってことであったり、不妊の女から必ず子供が生まれてあなたが栄えるようになるんだっていうことであったり、ようやくできた自分の息子を神様が殺しなさいと言われたとしても、神様の言葉であるならばと信じてやったという、その全てがですね、神様がアブラハムを認めた原因になったんですね。そういったことによってこのアブラハムが結局は祝福をされて、ここからですね、大きな三大宗教が生まれていくということがありました。ちなみにですね、イサクを捧げた、つまりイサクを殺しなさいと言われたその場所っていうのがどこかっていうと、モリア山という場所だったんですけれども、そのモリア山っていう場所、つまりイサクを捧げた場所がゆくゆくはですね、ユダヤ教の聖地となってソロモン聖殿が建てられたところにもなりましたし、エルサレムがユダヤ教のこの聖地になったわけです。そしてまたユダヤ教から派生して出てくるこの、キリスト教もまさにこのエルサレムが聖地になりますし、そして後で出てくるですね、このイスラム教もですね、ここのエルサレムがまさに聖地になってるんですね。今日はこのテーマはですね、まさにガザ地域のパレスチナ問題ですから、イスラム教とユダヤ教がどうぶつかっているのかって話で、それの先祖であるアブラハムの息子っていうのをちょっと見ていきたいと思います。アブラハムの息子の名前、イスラム教の先祖であるアラブ人のまたその根本である息子の名前はイシマエルと言います。イシマエルですね。ユダヤ人の方の源流の方の息子の名前はイサクです。結局これは何のポイントで争っているかというとですね、何の兄弟喧嘩かというと、結局はどっちが正当な後継者なのか、ここがポイントなわけです。どっちがアブラハムの正当な後継者なのか、聖書はどのように書いているのかってところをちょっと見ていきたいと思います。創世記の21章の9節から14節をちょっと見てみようと思います。サラはエジプトの女ハガルのアブラハムに産んだ子が自分の子イサクと遊ぶのを見てアブラハムに言った。このはしためとその子を追い出してください。このはしための子は私の子イサクと共に世継ぎとなるべきものではありません。このことでアブラハムはその子のために非常に心配した。神はアブラハムに言われた。あのわらべのため、またあなたのはしためのために心配することはない。サラがあなたに言うことは全て聞き入れなさい。イサクに生まれるものがあなたの子孫と唱えられるからです。しかし、はしための子もあなたの子ですから、これをも一つの国民とします。そこでアブラハムは明くる朝、早く起きてパンと水の皮袋とを取り、ハガルに与えて肩に負わせ、その子を連れ去らせた。ハガルは去ってベールシバのにさまよった。と書いてあるんですね。何を言ってるかというとですね、サラが自分の召使いであるハガルとの間に生まれたイシマエルが自分の子イサクと遊んでることをちょっと快く思ってないわけですね。それでちょっとあの人追い出してくださいみたいな感じで言うわけですよ。で、アブラハムは両方とも自分の息子ですから、ちょっと心配するわけですね。でもその時に神様はアブラハムに言われたと。心配することはないと。
両方ともあなたの息子だと。でしかし、イサクに生まれるものがあなたの子孫と唱えられるからですと。っていうふうにはっきりと言ってる通り、聖書に書いてあるのはですね、イサクが正当な後継者だって言ってですね。ただ、はしための子、つまりハガルの子、イスマエルもあなたの子だっていうことは変わらないから、一つの国民としてしっかりと祝福しますよっていうことを神様は言っている。でこのようにですね、聖書を見てみると、神様はイサクとイシマエル両方とも祝福はしてはいるんですけれども、イサクを中心に祝福して、でイシマエルも祝福しているとあるので、正式な後継者としてはイサクなのかなと見て取れるわけです。さらにですね、先ほど話した通りですね、アブラハムがイサクを捧げるシーンっていうのがあります。でこれは聖書でももちろんですね、捧げたのはイサクと書いてあるわけなんです。ただですね、イスラム教の聖典であるこのコーランを見てみるとですね、同じようにアブラハムが捧げている記述があるんですけれども、そこには実は名前が書いてないので、イスラム教の中ではそこで捧げたのはイシマエルだと認識されているんですね。なので、ここで言うとですね、結局イスラム教の立場からすると、はしための子であろうとも最初に生まれたのはハガルの子なので、イシマエルが正式な後継者だというふうに思っています。実際に神様に対してアブラハムが捧げるようになったのもイシマエルなんだというふうに理解しているわけです。じゃあユダヤ教はどうかというと、順番としては2番目に生まれた子供ではあるんだけれども、正当な正妻であるサラの子であり、かつ神様がはっきりと、聖書にも記述されているように祝福しており、で、モリアさんに捧げられたのはイサクだから、だからこそイサクは正当な後継者だと思っているわけです。このようにですね、正当な後継者だっていうのが、意見がすれ違っているわけですね。正当な後継者かどうかっていうのが、何が意味となってくるかっていうとですね、結局神様がアブラハムに対して祝福した地があるじゃないですか。あなたが見渡すこの全てのとこが約束した地なんだと与えた地があります。それがカナンの地という地ですけれども、それが今のまさにイスラエルとパレスチナの地域なんですね。でこれが一体誰のものなのか、どこに帰属するのかってところが結局争点のポイントになっているわけなんですね。このエルサレムっていうところもイスラム教もユダヤ教もみんなそこが聖地だとしているので、これもどっちのものなのかって話にもなってくるわけです。アブラハムが亡くなってからイサクからの系統っていうのは聖書にも記録されてますし、ずっと続いてるわけですね。そこからユダヤ人、イスラエル人というこの歴史がずっと続いていくわけです。で、その人たちがまさにこのカナンの地域っていうところにずっと住み続けているわけですね。で、片やイシマエルの子孫であるですね、アラブ人たちはエジプトで住みながら、カナンの地とは違うところで民族として発展していく。そういった形でユダヤ人とアラブ人っていうのがそれぞれ歴史を重ねていくわけです。ユダヤ人はじゃあその後ずっとこのカナンの地にずっと居続けるかっていうとそうではないんですね。実は紀元後70年ですね、そこで事件が起こります。ローマ帝国によってユダヤ人っていうのが一掃されまして、エルサレムに建てられていた聖殿もぶっ壊され、このユダヤ人たちが世界に離散するという現象が起こるわけなんですけれども、民族としてはあるけれども世界散り散りになっていく、ヨーロッパの方に行ったりとかいろんな地域に行って、ユダヤ系の人たちっていうのがいろんな地域に分かれて住んでいくようになるっていうことが起こるようになります。ここでですね、このパレスチナ問題っていうのが再燃するのがどこかっていうとですね、第一次世界大戦の時なんですね。この第一次世界大戦の時にイギリスがですね、アラブ人に対してもユダヤ人に対しても両方ともあなたの民族が独立国家を作ることを支援するよっていう風な約束をしちゃうんですね。これがイギリスの二枚舌外交っていう風に言われているものなんですけれども、そういった約束をしてですね、結果として、1948年にイスラエル国というものが建国されて、ユダヤ人が今までずっと離散していた民族がですね、ようやく元の場所に戻るということが起こるわけなんですね。でもそこの地域にはですね、もともとアラブ人たちも住んでたわけですね。で、アラブ人たちもそこが約束の地だと思って、ユダヤ人が離散してからですね、そこに住んでる人もいたしっていうことなわけです。そこでパレスチナ地域に住んでいるアラブ人たちとユダヤ人の争いっていうのが激しくなっていくっていうところが、このパレスチナ問題の構図になってくるわけです。はい、ここまでパレスチナ問題っていうのが根本的にはユダヤ教とイスラム教の戦いだっていうことで、その根本を見てみると、今から4000年前の兄弟のところでどっちが正当な後継者なのかってところの争いだったところを見てきました。聖書を見てみると、アブラハムにあなたからたくさんの子供が生まれて国民ができるんだっていうふうに約束があったと思うんですよね。実は正妻であるサラは、私が子供が産めないから私の召使いであるハガル
と関係を持って子供を作ってくださいってサラが言うんですね。サラが言って、それでハガルに子供ができて、そこで子供ができて幸せそうな姿を見るとですね、だんだんとサラがですね、自分が言ったにもかかわらず嫉妬心が出てきてですね、ちょっともうなんか見てられないみたいな感じになってくるわけです。で、さらにそこからですね、神様が祝福して、さらに子供ができて、それだけでもそう幸せなんですけれども、自分の子供と妾であるハガルの子供がですね、遊んでるのを見てられないみたいな感じで、そこで結局は別れていくようになるわけなんですけれども、ということでですね、正当な後継者っていう意味で言ったら1人しか選べないっていうのもありますし、どっちかしかないっていうのもあるのかもしれないですけれども、それがどっちが正しいってことは、今日は言わないですけれども、そもそもですね、その過程の中でサラなのかわからないですけれども、歴史の中でどこなのかわからないですけれども、お互いにどっかで認め合うってところがあればですね、また違った歴史になったかもしれないなと思ったりもします。ということで今日はガザの地域の紛争がどこから始まったのかってところで、もちろん事実ベースとしてはいろんな国が絡んだっていう、政治的なところもありますけれども、今回はですねその根本となった、イスラム教とユダヤ教の対立であり、その根本となった4000年前の兄弟のところ、それが正当な後継者がどっちなのかっていうところ、そこがポイントだったんだっていうところの解説をしました。そんな感じで聖書を理解してみるとですね、今のこの情勢であったりとか世界の構図とかもですね見えてきたりもするので、そういった解説もまたできたらなと思っています。はい、今日は以上になります。今日の動画ですね、面白いと思ってくださったら、ぜひチャンネル登録であったりですね、今日の動画についていいねボタン、高評価お願いできたらなというふうに思います。それではまた次回の動画で会いましょう。セイロニーチャンネルでした。バイバイ。また。